はい、今、うちアクシスパーツと申しまして、今、起業して17年目になります。で、主に車用品のアクセサリーパーツと、アクセサリーパーツでもカーボンパーツ、あとは、アウトドア用の商品を、あと LED 商品などを販売している開発から販売までやっている会社になります。はい。今作っている商品、商品になるんですけども、車用の、スマホホルダーのステーだったりとか、あとアウトドア用品の、A トラスという商品があるんですけども、その商品の部品をもう主に、量産として使っています。はい。そうですね、試作、開発からも開発の試作からを何度も繰り返すところから、量産までもすべてヒューズワンで、やっています。はい、基本はもう量産用で使えますので、もう1日に2台を1回も回している形になります。もう1台は試作を作ったり、別の1台では量産をしたりという形で、例えば故障しても、そっちが確実に動くようにっていうのも含めて2台っていうのを入れてやっています。はい、そうですね、まずはスピードですね。今までは開発から、試作作るのに、手作りサンプル屋さんに出したりとか、あと金型を起こしたりしてやっと見れる試作が、今ではもう自社の方で、次の日には見れるというスピード感、あと量産まで入るのもすごくスピードが上がりましたので、そうですね、金型、プラスチック成形した場合金型代というのがかかるんですけども、そこが単純になくなるというところはあると思います。小ロットで多品種回す際にはそこはメリットは十分あると思います。そうですね、基本は車につける部品になりますので、車の方をスキャンしてそれをリバースエンジニアリングした後に専用のソフトでデザインしていく。で STL に変えてそのままもう試作を作る、フューズワンで試作を出すという形で、設計との話もスムーズになりましたし、トライアンドエラーをしながら、量産の前に起こる、問題点をすぐに解決できるというのがありますね。はい。3D プリンター一個一個なんていうんですかね、粉落としだったりとか、あとブラストかけたりするっていう、人手ですよね。作るのはできるんですけども、そこから量産品に持っていくまでのプロセスの中にどうしても人の手がかかるので、そこがやっぱりちょっと苦労する、最初は苦労、流れを作るまでがというところがありました。はい。量産品で商品を直接お客様に販売している会社さんっていうのはそうないと思いますね。車のアクセサリー業界の中ですけども、あんまり見かけたことがないです。物の大きさによって造形する、そのチャンバーっていう中に作れる数も決まってくるんですけども、大体、一つのフューズワンで、20から30を作れるようにはしていくように設置しながらやっています。はい、それを1日1回、2台なんで2個分できるという形で、それを、回すように、サイクル組んでます。はい、3D プリンター品を直接お客様の手に届けているので、やっぱりその表面処理ですとか、プリンターで作るもので全部黒いんですよ。でプラスチックのような黒さではなく、ちょっと灰色っぽい、そこを手に取った時に、これ 3D プリンター品かって思わせない感じの質感を、他の材料と混ぜ合わせながら作っていってるっていうところはあると思います。はい、もう十分に合うと思います。やっぱりEC サイトの場合は本当にスピード感大事で、新しい車が出た時にそれに付随するような商品をすぐ出せるか出せないかが結構キーになってくるんで、そこはもう 3D プリンター品でやると自分がやりたいことは達成できていると思います。はい、もうそこはもう先ほどもお話したように、スピード感とコスト面ですから、主にスピード感だと思います。普通だとやっぱり金型作るのに2ヶ月で、量産するのに1ヶ月かかる時間をプリンター品だと次の日に見れる、で次の日にまた修正できる、また次の日には作れるみたいな、その繰り返しができるので、そこのところが一番大きなメリットだと思います。はい、ブルーレイさんです。十分満足してますね。やっぱりその問題が起きることがゼロではないので、その対応っていうのはやっぱり、電話したらすぐ対応していただきますし、僕としては別に何か不満があるわけじゃないですね。はい、さらにこの業界で 3D プリンターを使った商品というのをもっと増やして、パイオニアとは言わないですけども、先頭に立っていけるような形になればなとは思ってます。はい、どんどん物を作りたいという欲求が強いので、それを叶えてくれるツールとしては十分だと思ってますので、そこはうちの方も投資する必要があるかなと思ってます。